日は伊達巻きを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日は伊達巻きを作りたいと思います。はい、ということで今回はもうすぐお正月ということで、おせち料理には欠かせない伊達巻きを作っていきたいと思います。今回作る伊達巻きは卵焼き器で作っていきたいと思います。作り方は混ぜて焼いて巻くだけなのですごく簡単です。ところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。卵、はんぺん、お砂糖、みりん、蜂蜜、めんつゆ、塩、サラダ油。今回はこちらの材料で作っていきます。まず卵なんですが、L サイズの卵5個分です。そしてはんぺんですね。こちら1枚 100g のはんぺんになります。はんぺんの大きさなんですが、1枚がね 90g のはんぺんとかもあると思います。その場合は 90g でも大丈夫です。だいたい90から 100g ぐらいの間で用意してください。そして今回のポイントは蜂蜜ですね。こちらの蜂蜜を加えていただくと甘さに深みが出てとても美味しい仕上がりになります。そしてあとはめんつゆです。こちらのめんつゆは今回2倍濃縮のめんつゆを使っていきます。3倍4倍とねいろいろあると思うんですけれども、全部同じ分量で OK です。そして今回はですね 21cm×21cm の卵焼き器を使っていきます。普通サイズの卵焼き器を使う場合は分量は全部半量で作ってみてください。そしてあとは今回こちら鬼すだれというすだれを使って巻いていきます。こちらよく見ていただくとこの先が尖ってます。もしこういうねすだれの準備が難しい場合は100円ショップとかに太巻きを作る時に使う巻きすが売ってるので、そちらで作っていただいても大丈夫です。より市販の伊達巻きに近づけたい場合はこちら鬼すだれを使って作ってみてください。それでは早速作っていきます。今回はこちらのチョッパーを使っていきます。こちらはですねミキサーやフードプロセッサーなどでも OK です。またそういうものがない場合はですね、まずはんぺんをちぎって、その後ですねフォークやあとは綿棒などを使ってすりつぶしてください。またはすり鉢などを使っていただいても OK です。でその後ですね他の材料も全部一緒に合わせて、そしてその後一度こしていただくといいかなと思います。もしこういったものがない場合はそのような形でやってみてください。ではね、まずこの中にこちらはんぺんをちぎって入れていきます。そしてあとはここに卵を入れていきます。はい、卵5個入りました。そうしましたら続いてここにお砂糖、そしてみりん、めんつゆ、そしてここに蜂蜜を入れます。このね蜂蜜入れるだけでね本当に甘さの出方が違うので、ぜひね蜂蜜を入れて作ってみてください。もし蜂蜜がダメだったりする場合はその分ねお砂糖大さじ1杯入れてみてください。そして塩1つまみです。であとはねこちらを攪拌していきます。それでは攪拌していきます。はい、 OK です。よいしょ。はい、このように綺麗に攪拌されれば OK です。そしたらですね続いて攪拌した生地をこしていきます。そうすることでより滑らかな仕上がりになります。ではこします。はい、 OK です。それでは今からこちらを焼いていきます。はい、それではね焼いていきます。まずフライパンに薄くサラダ油を敷いていきます。はい、このように薄く敷いてください。そしたら続いてですね火にかける前に蓋の準備をしていきます。アルミホイルを破っていただいて、そして上にかぶせてこんな感じで蓋をね作っていきます。でこの時に外側にはみ出た部分は少しね上の部分に折り曲げておきます。この火の部分にアルミホイルがね当たらないように注意してください。このようにあらかじめ蓋をアルミホイルで作っておきましょう。はい、それではね生地を流し入れます。流し入れる時はね一度ね生地をこのように混ぜて入れてください。では流し入れます。はい、 OK です。そしたら全体が均一になるように広げて、そして火にかけます。火加減
減は弱火です。このままですね、だいたい8分から10分ぐらいですね、いい焼き色がつくまで焼いていきます。焼いてる最中は上にね、このようにアルミホイルをかぶせて、そして焼いてください。それでは焼いていきます。火加減はこのぐらいの弱火です。はい、今ね、10分ほど経ちました。そしたら蓋を開けます。そして一度ね、焼き色をチェックしてください。いいですね。で、これでいい感じに焼き色がついてたら裏返します。それでは裏返します。よいしょ。はい、このように焼き色がついてます。そしたら片面はですね、だいたい3分ほど焼いていきます。この時はね、蓋はせずにそのまま焼いてください。はい、OK です。3分経ちました。そしたら火を止めます。そして火から下ろします。はい、それではね、鬼すだれで巻いていきます。巻く時なんですが、この内側の方ですね、ここに薄くサラダ油をね、塗っておいてください。そうしましたら、最初に焼いた面が下になるように、ここに出します。よいしょ。はい、今この状態です。そしたらですね、巻く時のポイントなんですが、ここにですね、数箇所切れ込みを入れていきます。本当に浅い切れ込みで OK です。2、3センチおきぐらいにね、切れ込みを入れます。そうすると巻きやすくなります。はい、あとはですね、手前からくるくる巻いていきます。まずここをクッとね、一巻きします。はい、こんな感じ。押さえつけてください。で、ちょっとここで一度ね、癖をつけて、そしたらこの持ってる手をちょっと浮かせて、そしてあとはね、もうくるくるくるっと少しきつめに巻いていきます。紐の部分を持ってくるくるくるっと、ちょっとね、こうやって押さえつけながら巻いていきます。最後まで巻き終わったら、まだここの先端が残ってるので、ここまでくるくるくるっと持ってきます。今こんな感じの状態です。ここまできつめに巻いたら、これをくるーっと反対にして紐がこっち側に来るようにしてください。そしてあとはくるくるくるっと巻いていきます。はい、こんな感じで巻いてください。で、そしたら続いてこの両端を輪ゴムで留めます。はい、こんな感じです。そしたらですね、このままだいたい15分ぐらいですね、置いて後をつけていきます。はい、それでは時間が経ったので切りたいと思います。輪ゴムを外してください。では開けます。よいしょ。こんな感じでしっかりと後付けされてます。あとはね、お好みの大きさに切ってください。端っこはね、ちょっと切り落とします。はい、こんな感じで美味しそうに仕上がってます。それでは盛り付けたいと思います。はい、これで伊達巻きの完成です。こんな感じに仕上がりました。とてもしっとりとした仕上がりになってます。飾るときはこのようにのの字になるように飾ってください。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。いただきます。ふわっとしててすごく美味しいです。そしてこの蜂蜜の甘さも効いててとても美味しく仕上がってます。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の伊達巻きのポイントです。まず今回はですね、はんぺんを使って伊達巻きを作りました。このはんぺんなんですけれども、1枚だいたい 100g から 90g ぐらいのものが多いと思います。今回は 100g 使ってるんですが、もし 90g のはんぺんの場合は 90g でも OK です。そして今回甘さに蜂蜜を加えてます。この蜂蜜を加えると甘さに深みが出てとても美味しい仕上がりになります。ただ蜂蜜が食べれない場合とかはですね、お砂糖で代用してみてください。その場合は大さじ1杯分増やしてください。そして今回はですね、めんつゆを使ってます。このめんつゆを使っていただくと出汁が一緒に入っていくので、とても味わい深い伊達巻きに仕上がります。私が使ってるのが2倍濃縮のめんつゆなんですが、こちら他の濃縮でも OK です。その分ね、多少のね、味の変化はあると思うんですが、そこまで大差はないと思いますので、気になる場合だけ味の濃さの調整をしてください。そして今回はですね、フレンダー
ーまたはフードプロセッサー、あとはミキサーなどがない場合は、はんぺんをフォークとか、あとは袋に入れて潰したりとかして、そして他の材料と混ぜてからこしてみてください。あるいはですね、すり鉢とかを使っていただくのもいいかなと思います。お家にあるものでやってみてください。そして焼く時のポイントです。今回は 21cm×21cm の卵焼き器で作りました。通常サイズの卵焼き器で作る場合は分量を半分にしていただくとちょうどいいと思います。そして焼き始める前に必ずアルミホイルで蓋を作ってください。そして焼いている最中は必ず弱火で焼くようにしてください。中火や強火で焼いてしまうと表面が焦げてしまいますので注意していただけたらと思います。そしていい感じに焼き色がついたら裏返して片面はだいたい3分ほど焼いて仕上げてください。そして巻く時のポイントです。今回は鬼酢だれを使いました。こちらない場合は太巻きなどを巻くね、巻き酢などで作ってみてください。で、巻く時はですね、内側に薄くサラダ油を塗っていただくと伊達巻きの表面がくっつかず綺麗に仕上げることができます。そしてあとはですね、内側に浅く切れ込みを入れてください。そうすることでとても巻きやすくなります。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は伊達巻きを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。